はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、講義の作り方やっていきます。今回ね、ラストです。でね、耳の毛を入れていきます。これね、僕のやり方はかなり効率悪いんで、あんまちょっと参考にならない。まあ一番最後に入れるときはこんな感じで入れてます、僕は。で、これ普段こんなことやらないんだけども、やりにくい人はね、何か耳の反対側にこう当て物して今みたいにやってあげるといいかな。でね、折り返す時にしっかり毛の流れ、作ってからやる。この時に結構みんなね、そのまま折り返しちゃうから、耳毛入れてんのにこう向きがねおかしな方向に向いちゃってるのが結構見受けられるので、ここのね折り返す時の耳の毛の流れをしっかり意識してあげること。ここね。だいたいよかったらカットしてあげる。耳毛のねこの量もねちょっといろいろね試してみたらいいと思う。あまりね濃すぎるとね、量が多すぎるとねちょっとね耳なんかすごく重たくなっちゃうし、今からやるのはこのなんて言うんだろう、この耳の生え際のところの立ってる毛、これをねちょっと増毛してます。僕も結構最初の頃はそうだったんだけど、あまりそのなんだろう、細かい部分の表現まで気が回らなくて、今でも回らないんだけども、それでもだんだんこうね自分でいろいろ表現できるようになってくると、もう少しこの細かいところを表現できるんじゃないかとか、ここもできるんじゃないかって増えてくると思うのね。でそういう部分をどれだけ増やしていくかで、こうだんだんレベルを上がっていくのが自分で感じられると思うから、やっぱね作品を作るたびに何か一つでいいから今までやってなかった部分の表現を新たにやってみるとかね、そういう風にするとねすごくいいかな。これはね今から爪入れてきます。僕もね爪ね入れたり入れなかったりかな、作品によって。爪入れると結構なんて言うんだろう、グロテスクになっちゃうでしょ、手元がうまく表現なんだろうねしてあげればいいんだろうけど、ちょっとねうまくやってあげないと爪だけがこうグッとむき出しになっちゃったりするから、だから作品によってはつけない時もあるんだけど、結構今回みたいに大きめの作品の時にはねつけてます。でねこれね指先をねハサミでカットして爪が入るようにして、でねこれ爪はね樹脂粘土です。樹脂粘土丸めて伸ばしただけ、それを固めてからハサミで切ってカットしてる。あとはねボンドつけて穴に差し込んでいくだけです。僕はこんなすごい簡易的な方法、本当はねこの後に指にちゃんと植毛してあげて、こううまくね爪を隠れるようにしてあげるとよりリアルになるだろうなとは思ってるんだけども、ちょっとねまだそこまではやってないです。爪のね、作り方もいろいろあると思うんだけど、普通の樹脂粘土に少しピンクにしてあげて、いろいろ色を入れてあげて、で固めてあげてっていうだけのやつ。こんな感じ、ほんのり薄くピンクで、僕は肉球を樹脂粘土で作ることの方が多いので、粘土で作ったらねこれもねフェルトで肉球作る時もあるし、いろいろ作品によって変えたりはしてるんだけども、でも大体粘土でやることが多いかな。粘土いいのなんだろうな、肉球の色をこうちゃんと表現してほしいっ
っていうお客さんのニーズがあった場合にペイントでね描けるから、それで粘土の時はいいなと思ってるんだけども、例えばね右の指だけ2本だけピンクなんですとかね、やっぱそこまでこだわって作ってほしいお客さんもいるから、はい、ちょっとねここからね補足説明です。今回の作品ねちょっとね作り方が結構普段と違ったのでちゃんと説明しますね。普段はねこうやってね首まで作ります。そして口開いてる子だったら顎の部分を別に作っておく。そして耳だよね。耳のベースも作っておいて、こんな感じだよね。で頭はねしっかり後頭部まで作って首まで作ってるんですよ。本当はここまで作った方がやりやすいです。で今指で触ってるところは柔らくしてるんですよね。で次に体の部分、僕はボディはこういう風に作ってて、太ももとかはこういう風に作ってしまう。その姿勢によるんだけどね、伏せとかお座りの時はももまで作ってしまう。そしてここね今この首との接続部分、そこは柔らくしておく、ある程度で腕だよね。今回失敗したね短くならないようにできれば指先から肩まで後ろ足は短くていいんだけど、あと尻尾ね。こんな感じでねベースを用意する。で首までやってることによってこうやってねくっつけやすい。今回の講義の時に無理くりくっつけてるんでねちょっとあれなんだけど、本来はこれぐらいでやる。で柔らくしてあるからしっかりと刺して固めていけるので、今ちょっと簡易的にやるけども、でそこに対してこれ本当はもっとしっかりくっつけるね。あとは外側をランビエとかワタワタでさらに固めていくっていう感じ。こういう風に作ります。ちょっとねじゃあ実際にね固めていこうかなと思うんだけど、今回ね今作ってるのでこれね柴犬を作ってます。こうなんだろうな、いつもね僕順番的にねまずベースをここまで全部作ります。全てのパーツを。でここからいつもは体と頭だけを装着つなげてしまって、で顔の植毛を始めていくっていう流れなんだよね。こうやってね仮組みしてみたらなんとなく完成のね状態が見えてくるから、そういう風にちょっとイメージ膨らませてやってあげる。はい、じゃあね実際にここからね首の装着までいきます。じゃあ刺して固めていきましょう。今回ねちょっと倍速なしで実際にどんな感じで刺してるのか見せます。さっきも言ったけどこの接続部分を柔らくしてるのは頭側と体側とお互い刺してね絡みやすくしているため、固めやすいようにしてるっていう状態ね。で本当はねもうちょっと刺すんだけど、である程度刺して固まったら胸の肉とかね足りないから、そういった部分を補強していってあげる。つなぎ目部分ね。で面積大きい時はこのね3本バリア使うのがいいかな。これはスピード針が入ってます。3本。
結構この時はやっぱり接続部が弱くなるんで、奥の方までしっかり刺してます。できる限りつなぎ目同士がね、つながるように、外側だけで押さえてる感じじゃなくて、中でしっかりつながってるように、そこを意識して刺した方がいいです。今これなんかもう方向変えて刺そうとしてるの分かりますよね。つなげようとしてるのが。で、ここもいつも言うように、結構こう形を作りながらね刺し固めていくんで、例えばこう胸の形とかね、いい感じになってきたら崩したくなくなっちゃうから。でもあくまでも大事なのは、ここの今の作業の目的はしっかりと首をつなげることだから、形じゃなく硬さ、そこの強度をしっかりね基準に持ってやってあげる。首の後ろもしっかりと補強していってあげる。で、この時気をつけなきゃいけないのが、結構首ものすごい太くなったりすることもあると思うから、そこ気をつけてちゃんと全体の体のバランスをしっかり見ながら作ってあげる。これね、あんまりねこう補強しようと思ってやりすぎちゃうとね、お腹周りより首周りの方が太くなったりするからね、それじゃあバランスがおかしくなっちゃうから。もちろんね、これつけて体のバランスも終わりじゃないから、講義の時も見せてたと思うけど、やっぱり作ってその状態での体のバランス見て、で植毛していったらまた全体的なシルエット、ここを少し大きくした方がいいなっていうところが出てくるから、そういったところのバランスを見ながら、常にバランスを見ながら進めていく。ほび修正しながら。これね、スピード針が入ってる2本針なんですよ。で、2本針だけど、普段使ってるやつとは違って、ちょっと針と針の間隔が広めのやつ。これ、ホルダーは市販でよく売ってるやつだけど、これ使うとね、結構、この中心部分を固めるときには結構使いやすいですね、これは。結構しつこく刺してると思うんだよね。やっぱね、これぐらい刺していかないとちゃんと固まってってくれないんで。これね、固まらないんでね、最終兵器出して、これでがっちり固めていってるとこですね。はい。体のベースはね、こんな感じで作ったらいいですよっていうね、ちょっとね、補足説明でした。はい。それじゃあね、コーギーの完成した姿お見せします。こんな感じです。まだね、これ修正前なんだけどね。今回はこんな感じで作り方見てもらいました。何かしらね、ちょっとね、こう参考になるとこもあったんじゃないかなと思うのでね、それぞれね、あとね、自分の作品に活かすとこがあれば活かしてもらえればいいかなと思います。はい、どうもね、ありがとうございました。ではまた。